皆さん、こんにちは。日本バリューエンジニアリング協会 VE 活用支援アドバイザーの高橋です。ここでは VE 入門講座として VE の考え方と進め方について分かりやすくお話しいたします。本動画をご覧の皆様には様々な方がいらっしゃるかと思います。ある方は上司から突然 VE 導入の相談を受けられたかもしれません。また、ある方は VE 導入で様々なメリットが得られると聞くけども、具体的に VE で何が得られるのか考えておられるかもしれません。また、VE の資格を持っておくと就職に有利と聞くけども、どんな資格があるのか調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは VE がどのようなものか、そして VE で何が得られるのか分かりやすくお話ししたいと思います。本セミナーでは大きく3つの項目に分けてお話しいたします。最初に VE とはと題し、VE の概要を説明いたします。2番目に VE の考え方について、特に価値の表し方についてお話しいたします。最後に VE の実施手順について、VE を実施する際の3つの基本ステップと10の詳細ステップについてお話しいたします。最初に VE、バリューエンジニアリングとはということで VE の概要説明をいたします。表題にありますように VE とは商品の価値を向上させる手法です。では、商品とは何か？これは製品やサービスを指します。ただ、個人の場合と企業の場合とで少し違ってきます。製品の場合は分かりやすいですね。個人の場合、電化製品や自家用車、日用品、さまざまなものが身近にあります。また、企業の場合ですと、設備機器の導入や生産に使う部品等々、さまざまこちらもございます。サービスに関して考えますと、個人の場合ですと、ディズニーランドのようにテーマパークのようなサービス、それからやはり飲食店等のサービス、これも様々ございます。企業の場合ですと、メンテナンスサービス等各種様々なサービスがありますね。また、人材派遣等もそれに含まれてまいります。では、商品の価値とは何を指すんでしょうか。それはその商品の購入価値であり、また使用価値を指します。お客様は商品を購入あるいは利用するときに、その商品に支払う価格とその商品から得られる効用からその商品の価値を判断していると言えます。ただ、この価値という言葉は、これは多くの場面でまた多くの人が使っている言葉であります。しかしながら、こういうふうに重要な意味を持つ言葉でありながら、多くの場合は感覚的で抽象的な表現でしか表せなかったと言えます。VE では商品の価値を具体的に定量的に評価し、その価値をさらに高めるための手法と言えます。感覚的価値評価から定量的価値評価に持っていくのが VE と言えます。次に VE 適用の範囲についてお話しいたします。VE の手法や考え方は様々なことに活用できます。具体的には、まず商品の原価低減があるかと思います。商品のコストやサービスにかかる費用を性能や質を落とさないで低減して、お客様はより購入しやすい価格で提供する。あるいはそれによって企業もより多くの利益を埋める体制とするということです。次に、お客様のニーズに対応した新たな商品の開発に使えます。お客様の求める機能を徹底的に追求し、
価格性能ともにその要求を満足する製品の開発に使います。また少し違う分野では、組織の体制や組織の運営への適用にも活用できます。組織に求められる機能を明確にし、組織のあるべき体制やその運営方法を企画立案するということです。日本バリューエンジニアリング協会元会長でいらっしゃる瀬口隆一様が VE は経営そのものであるとおっしゃっています。このことは VE の考え方が経営を含め全てに通じる考え方であることを述べられているのだと思います。こちらに VE 活用の状況として VE を導入している企業のいくつかを示しております。左側がメーカーになります。また右側はメーカー以外の企業です。そして様々な財団法人、社団法人も VE を導入して展開されておられます。次に VE の資格制度についてお話しいたします。まず最初にベルとよく呼びますが VE リーダー資格というのがあります。VE リーダーの資格は職場やグループの活動において VE 活動のリーダーをするために必要な知識を持っている人材であることを日本 VE 協会が認定する資格です。最近は就職活動に有利とのことで学生の資格取得者が増えてきております。次にベスとよく呼びますが VE スペシャリスト資格があります。こちらは企業団体等の組織で VE 活動の実施推進の任をつく責任者や担当者などの方々が VE の専門家として備えるべき知識、技術、経験を持っている人材であることを日本 VE 協会が認定する資格です。国内でコンサルタントとして資格取得する人も多いです。最後に CVS 資格 Certified Value Specialist 資格です。こちらはアメリカの VE 協会西部インターナショナルが認定する国際資格になります。VE に関する正しい知識と極めて高いスキルを持つ人材に与えられる資格です。当然、有資格者はアメリカをはじめ世界の国々のさまざまな分野で活用しておられます。では、ここからは VE の考え方についてお話しいたします。特に価値の表し方についてお話しいたします。こちらに価値を表す式を示しています。価値 value は機能ファンクションをコストで割ったものです。よく V イコール C 分の F という言い方をしています。ここでいう機能とは商品が提供する働きや効用のことを指します。例えばエアコンの機能の場合は快適空調機能やクリーニング機能、省エネ機能、さまざまな機能がその製品に含まれます。コストの場合は、例えば製品の購入に要するコストだったらば、店頭での購入価格ですし、また先ほどのエアコンの例でいきますと、納入精付費を含めた販売価格になります。サービスを受ける場合は、サービスを受ける際に要するコストになりますから、入場料だったり、また飲食店での支払いがその例です。それと、ライフサイクルコストという考え方をします。これは購入をしてランニングコストで要するコスト、そして廃棄に要するコスト、こういう製品のライフサイクルを通して必要となるコストを指します。こちらに価値を高める4つのケースを示しています。ケース1から4ですね。まずケース1は機能をアップしてコストも下げて価値を大幅にアップするというものです。ケースにはコストは一定だけども
機能をアップして価値を高めるという考え方です。ケイスさんは、コストは少しアップするけども、それ以上に大きな機能アップを図って価値を向上させるというものです。ケース4はよく原価低減で使われるパターンかもしれません。機能を一定ですが、コストを下げて価値を向上させるというものです。それから一番右端に×印入れてますけども、これは機能を落として大きくコストを下げることで、形式的には価値の向上は図れるものです。ただし、V の世界でいう機能とは、お客様が必要とする機能であるので、求められている機能をなくすことは商品価値を落として価値向上にはつながらないという考え方で、ここが×印に入っております。ただし、お客様のターゲット層を変更して、その新たなるターゲット顧客が求めない機能であれば、それを外してコストを大きく下げるということは十分に検討に値するものと考えます。では、V の進め方、V の実施手順をここでお話しいたします。こちらに V 実施手順全体を示しています。まず左の列ですが、V は基本ステップとして3つのステップで構成されます。機能定義、機能評価、代替案作成、この構成です。そして真ん中にそれぞれの基本ステップを進めるにあたっての詳細ステップ、10のステップが示されています。右側の列に V 質問と書いていますが、これは各詳細ステップで明確にしていく内容と捉えていただければ結構です。では、第1の基本ステップである機能定義についてお話しいたします。まず、詳細ステップとして第一に V 対象の情報収集を行います。これは対象テーマに精通するために徹底した対象テーマの情報収集を行うことになります。情報の種類は当然多岐にわたります。マーケティングとも深く関わってくる項目になります。その次に対象に対して機能の定義を行います。V 対象について機能に立ち返って分析して、商品の果たすべき働きや目的を明確に定義します。例えば時計の機能ですと、最上位の時計の目的として機能は時刻を示すということになります。で、実際にそのためにどのような手段として機能が存在するか、さまざまな機能がここで定義されていく形になります。で、3番目が機能の整理になります。機能の定義で明確になったさまざまな機能について、その関係性を目的と手段という、こういう視点で整理していきます。最終的には、機能の全体の構成がわかる機能系統図というものにまとめます。こちらに機能系統図の例を示します。これはライターの機能系統図ですが、ライターの場合、ライターに求められる最も重要な働きとして、火をつけるための熱を作るという機能を定義します。この機能を左側最上位に置いて、それを達成する手段をさらに機能定義していきます。ここでは熱を作るために必要な燃料を貯める機能、その燃料を燃やす機能、炎を調整する機能、そしてライター形状を構成する機能などが並びます。さらに、それぞれの機能を達成するための手段についても整理していきます。このようにして、一つの対象物に求められる機能の全体を機能系統図として整理して示します。基本ステップの2番目、機能評価についてその詳細ステップをお話しします。まず詳細ステップ4番目になりますけども、機能別コスト分析を行います。
これはその商品を構成する機能に関して現行のコストを明確にします。製品の場合はその原価から機能別に原価を評価します。そして5番目ですが、機能の評価を行います。ここではそれぞれの機能のあるべきコストを評価します。その際、対象テーマ全体のコスト目標に対して使用者の立場に立ってあるべきコストの設定を行います。そして6番目、対象分野の選定に入ります。これは商品が持つ複数の機能の中から価値向上の対象、いわゆる V 対象とする機能を決定します。具体的には、価値の低い機能、あるいはコスト低減余地の大きな機能、この2点に着目して行います。基本ステップの3番目、代替案作成についてお話しします。詳細ステップの7番ですね。アイデア発想。ここでは対象分野に絞り込まれた機能に対して代替案の元になるアイデアを作ります。さまざまなアイデアをグループで発想してまいります。8番目、概略評価です。そのようにして発想された多くのアイデアの中で具体化するアイデアをいくつか決定していきます。で、9番目、具体化に入ります。概略評価で選定された複数のアイデアの組み合わせを検討して、より洗練化されたアイデアへと具体化してまいります。そして最後、詳細評価になります。具体化された複数案の中から間違いなく価値向上につながる代替案をここで決定します。最後にまとめに入ります。まず、VE はさまざまなテーマや課題に活かせる手法だということを認識してください。そして VE を学ぶことで日常の業務の中で活かせるさまざまな手法を学ぶことができます。また、VE の考え方は商品の価値向上だけでなく、事業運営など幅広い分野で活用できる考え方だということも覚えておいてください。VE は実務に生きる手法です。日本 VE 協会ではさまざまな形で VE のセミナーを実施しております。もっと深く VE を学びたい方、組織に VE を導入したい方など、VE に興味を持たれた方は、ぜひ事務局までご相談ください。以上、ありがとうございました。